こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、連日にわたり重大事故が多発し、インディ500としては最悪の年となった1973年インディ500事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。インディ500は佐藤拓磨選手が優勝して初めて知ったわ。実況の人が熱くて、とんでもない偉業だっていうのがすごく伝わってきたわ。2017年のインディ500だな。村田春夫氏の熱い実況が良かったな。今でもたまに見てしまうぜ。レ夢ムの言う通りインディ500はとんでもないレースだ。それゆえ事故も多かった。これからインディ500の概要も踏まえて解説していくぜ。頼むわね。世の中には世界三大レースと称されるビッグレースがあるんだが、その一つがインディ500なんだ。他の二つは F1 世界選手権のモナコグランプリ、世界耐久選手権のルマン24時間レースだ。こっちはそこそこ聞いたことあるんじゃないか？聞いたことあるわ。それらのレースと肩を並べるぐらいのレースなのね。っていうかどういう風にビッグなレースなの？世界三大レースに共通するのは人気と古い歴史だ。詳しい説明は省くが、3つの中で最も歴史が古く、ぶっちぎりで観客動員数が多いのがインディ500だ。じゃあ世界一ってことね。いや特徴が違いすぎてトータルで比べるのは不可能だ。F1 なんかは現地の観戦者数は少なくても、テレビとか配信を入れた総観客者数で言えばインディ500に圧勝する人気だからな。目的や意義も様々だ。メーカーの技術力が誇示される F1、チーム力や耐久性が重要なルマン、超高速で走るマシンの迫力に酔えるインディ500ってな。とにかく3レースを比べ出すと収集がつかないので、インディ500に絞って説明していこう。インディ500、正式名インディアナポリス500はその名の通り500マイル、800キロを争うレースだ。場所はインディアナポリスモータースピードウェイ。1909年に完成した、現存する最古のサーキットだ。サーキットとしては唯一、国定文化財に登録されている。全世界のスポーツ施設の中で最大となる、40万人の観客を収容できる超巨大サーキットだ。実際に2022年のインディ500では決勝レース日だけで32万人が来場した。32万。規模がすごすぎる。ちなみに日本最大は鈴鹿サーキットで収容可能数16万1000人だ。2006年の F1 日本グランプリでは実際2万人となったが、ここ数年は7万から8万人が多いな。もっと流行ってほしいぜ。コースレイアウトは図にあるような楕円形の、いわゆるオーバルコースだ。1周は4キロで、レースでは200周する。ストレートは1キロと長い。コーナーは4つしかなく、そのコーナーもマシンが左旋回しやすい要求度のバンプ角がつく。マシンも高速走行と左旋回に最適化されている。空気抵抗を減らすエアロパーツの装着、右タイヤの台形化、巡航時に抵抗が小さい特殊なブレーキシステムの装着、などだ。ものすごい速度のレースになりそうね。F1 の高速よりのサーキットでさえ平均時速は260キロぐらいだが、このサーキットでは平均時速350キロ超えだ。最高速度は時速380キロ以上にもなる。ドライバーは怖くないのかしら。めっちゃ怖いらしい。速度も異常だが、このサーキットはコース外がすぐ壁だ。普通はまず縁石があって、その先もランオフエリアといってコースアウト時に空走できる空間が大きく取られており、そこで減速できたり他車を巻き込みにくくなってるんだ。このサーキットはアクシデントでコントロールを失うと外壁との衝突は避けられない。それと引き換えに観客は間近で時速300キロ超えのマシンを観戦できる。迫力は段違いだ。マシンは高速でバンバン抜き合いをする。クラッシュも多い。どんどん順位が変わる。確かにそこにはヨーロッパのレースにはない興奮があるようだ。レースの開催は毎年5月下旬だ。アメリカのメモリアルデーの前日となる日曜日に開催される。なおその開催日は世界三大レースの一つ、モナコグランプリとがっつり重なっているぜ。そのため両方出たくてもどちらかのレースにしか出ることができないんだ。そしてどちらかというと F1 が優先されるため、世界三大レース全制覇の最後の難関としてインディ500が立ちはだかりやすい。これまで達成したのはただ一人、グラハムヒルのみだ。1972年のことだ。以降、7人のドライバーがリーチをかけたが達成されていない。なんでそんな大レースを同じ時期にやるのよ。インディ500はメモリアルデー基準で日が決まるから動かしにくいだろうな。モナコグランプリの方はどうだろうな。こちらも F1 の過密日程を考えると大きく動かすのは困難だろうし、レースのために市街地の閉鎖までするから影響が大きそうだ。それに F1 の主催は FIA、インディ500の主催はインディーカーだ。調整仕様にも組織が違う。
かつ、FIA とこのサーキットはミシュランゲート事件の当事者だから、もしかしたら日程譲り合うような仲良しじゃないのかもな。ていうか歴史的にその時期でやってるから、いちいち右往左往して動かす必要なし、って考えなのかもしれない。なるほどわかったような。その日程だが、インディ500はやや特殊だ。F1 含め一般的なレース日程だと、金曜日に練習走行、土曜日に予選、日曜日に決勝と、1週間あれば終了する。インディ500は最短2週間も拘束される。まず1週目、月曜から金曜が練習走行。続く土曜日にグループ分けのタイムアタックが行われ、トップ12台、13から30番手、31番手以下の3グループへ振り分けられる。日曜日、ポールデーにさらにグループ別でタイムアタックを行いスターティンググリッドが決定。そして2週目、金曜日のカーブデーに最終の練習走行とピットストップの速さを競うコンテスト、フリーダム100という副レースの開催。日曜日が決勝レース、という流れだ。これにパレードやサイン会、初参加者向けの練習プログラムなども加えるとさらに伸びる。長い、観客は嬉しいでしょうけど、選手やチームにとって拘束期間の長さは痛いわよね。それでも参加する選手はやっぱり世界三大レースの実績や名声を求めて参加するの？それもあるが、賞金を目的としている選手も多くいるようだ。というのもインディ500はレース規模も大きければ賞金もバカでかい。賞金の総額は15億円以上だ。優勝者の賞金は多い年で3億円超。33台で戦うが、なんとビリの33位であっても賞金が出る。その他、クラッシュ賞や練習走行のファステスト賞、新人賞など、様々な賞が用意されている。他にも酪農組合がスポンサーになっており、優勝セレモニーで優勝者が牛乳を飲んだら1万ドルボーナス、というのは有名だな。なおマシンは F1 と異なり皆平等に同じマシンを使用する。下位チームにも勝つチャンスがある上、おそらく F1 よりマシンにかかるコストは抑えられるだろう。しかも F1 のように通年戦う必要はなく、インディ500のみのエントリーが可能だ。アメリカンドリームを夢見て一発当てられる環境が用意されている。なんかレースの中身も賞金もダイナミックね。以上がインディ500の概要やサーキットの説明だ。ここからは1973年大会の様子を伝えていくぜ。頼むわね。当時はどんどん革新的な技術が生まれマシンが速くなる一方で、安全性が置き去りになっていた時代だった。今では当たり前になっているターボチャージャーの普及がやっと進み、1970年インディ500でようやく参加者全台に装備されるまでの状況になった。ターボチャージャー付きエンジンの性能はどんどん良くなり、1973年になるとフルブースト時1100馬力にも達するモンスターマシンも現れ始めた。また、1972年に装着が認可されたがアニーフラップ付きのリアウィングによりダウンフォースが増大。マシンの旋回性能は著しく向上した。それらの結果、1970年には予選の周回平均速度は時速270キロほどだったが、1973年には時速320キロ近くに達していた。平均時速が3年で50キロも伸びたってこと？発展がすごすぎる。その影響か不明だが、4月28日から5月11日にかけての練習走行ではトラブルで計3台が外壁に衝突していた。ただし大事には至らなかったようだ。そして5月12日土曜、予選の初日だ。タイムアタックによってトップグループ、中位、下位へのグループ分けが行われる。最高気温21度。天候は晴れ。まだ決勝レース日ではないにもかかわらず25万人が来場したようだ。来場者数すごすぎる。まあ今みたいにネット配信があるわけじゃないだろうし、生観戦の価値が高かったのかしらね。ああ。生放送は決勝レースのみ、それもラジオ放送だ。テレビでも放送されるが、リアルタイムではなく決勝レース当日の夜に2時間短縮版で放送されたようだ。タイムアタックは11時から。その前にはもちろん練習走行の時間が設けられており、午前9時に開始された。そして9時37分。1973年インディ500、最初の重大事故が起こってしまった。単独事故だった。インディ500の参加6回目のベテラン46歳、アート・ポラードのマシンは1コーナーを曲がりきれず、コーナー先の外壁に衝突した。時速300キロ以上出ていた。マシンは壁で跳ね返され、中央の芝生エリアに入る。400メートル以上滑走し、炎上しながらにコーナーのコースに戻って止まった。すぐさま係員が駆けつけ消火を行う。だがポラードはすでにこと切れており、ピクリとも動いていなかった。300キロで衝突とか怖すぎる。原因は不明だ。これまでマシンの調子は良く、5月6日の練習走行では参加マシン最速を記録したほどだ。アート・ポラードは F1 の参加経験はなかったが、
オーバルコースを使用した北米内のレースの常連で、インディ500では最高8位の実績があった。最悪の事故ね。レースは中止になったの？いや、中止どころか11時からのタイムアタックも予定通り行われた。このサーキットでは、事故は当たり前のことだった。昨年も全く同じだ。練習走行時に外壁に衝突しジム・マロイという39歳のドライバーが亡くなっていた。アート・ポラードはこのサーキットでの62人目の犠牲者になった。サーキットは1909年からあるって言ってたわよね。それにしてもその数って、そして5月20日に決勝のスターティンググリッドが決定された。出走台数は33台と伝統的に決まっているため、34位以下となった22台が敗退となった。決勝レースは5月28日、月曜日だ。あれ？毎年日曜日って言ってなかったっけ？来年の1974年からだな。この年は月曜休日統一法が制定されメモリアルデーが動いた関係で、ちょっと例外だった。この日は雨にもかかわらず35万人が来場した。決勝レースは11時スタート予定だったが雨が止むのを待ち、15時にスタートとなった。35万人。スタートはローリングスタート方式。先導車が1周ないし2周マシンの隊列を先導し、スタートラインで隊列が整っていればグリーンフラッグが振られ、走行状態のままスタートとなる。今回は先導車がやや遅く、後ろを走るマシンは窮屈で隊列が乱れた。本来3台 ×11 列の隊列となるべきだが、隊列後半は4台か5台が横1列になるという団子状態だった。本来は整列されない以上はさらに1周ラップしないといけない。だが係員は合図となるグリーンフラッグを振ってしまい、先導車は退避。レースがスタートになった。20でミスしてる。マシンは一斉に加速する。ここでさらに悪いことに、3列目、イン側のスティーブ・クリシロフにマシントラブルが発生。加速できず、遅れを取る。後続車はクリシロフのマシンをかわすため右寄りを走行。ここに、団子状態だった隊列の後部集団が来る。これダメー、もう絶対ダメー。参加ドライバー最年少、25歳のソルト・ウォルターは3列の中央を走っていた。左右をマシンに挟まれ、逃げ場がない状態だったようだ。左で起こっている混乱を避けようとするが、右を走っていたジェリー・グラントと衝突した。ウォルターのマシンは宙に舞い、外周フェンスの支柱に衝突した。この衝撃で燃料タンクが割れ、引火。グランドスタンド全部の観客十数人を炎で包んだ。ウォルターのマシンもウォルターの生身が見えるほどマシン全部が粉々になった。マシンはフェンスで跳ね返されコースに戻り、炎、燃料を撒き散らしながら滑走した。マシン10台が巻き込まれた。これ現実なの？地獄だわ。ウォルターはすぐ係員に救助された。全身打撲と重度の火傷により、危篤状態で病院へ運ばれた。数ヶ月の入院となり数度の手術と左指の一部切断などで苦しんだが、ウォルターは奇跡的に一命を取り留めた。また、他の10台のドライバーは無事だった。十数人の観客も、火傷で病院へ運ばれ数人は入院となったが命に別状はなかった。まだ不幸中の幸いだったかもしれないわね。なお後味の悪い話だが、ウォルターは2012年に薬物の過剰摂取でこの世を去るんだが、薬物中毒となったきっかけはこの事故で撃たれた鎮静剤の依存症では、と言われている。事故後、破壊されたフェンスの修復やコースの清掃の最中、また雨が降り出した。結局この月曜日は決勝レースができなかった。予報では翌日は降らない見込みだったため、火曜日の9時に決勝レースは持ち越しとなった。メカニックは破損したマシンの修理で大忙しだった。そして5月29日、火曜日。予報に反して朝はまた雨だった。観客は半減し20万人弱がサーキットにやってきていた。いやそれでもすごい。9時のスタートは見送られ10時15分スタートが予定された。この日のミーティングでは複数のドライバーから運営へ、先導車の速度を上げるよう要請がされたようだ。定刻になりウォームアップ走行が開始された。ソルト・ウォルターが抜けたため参加台数は32台だ。そして間もなく開始、という時にまた雨が降り出した。またですか？こっちもやきもきしてきたわ。全員が止むのを待ったが雨は降り続き、13時48分、延期が発表された。開始は水曜日の9時だ。本当に本当だ。本当にやってよ。そして5月30日の9時だ。はい。できませんでした。おい。とりあえず朝に雨が降ってしまったため、路面が乾くまで待つことになった。もう観客は数万人しか来ていない。インディ500史上最長の遅延となった。この状況はマスコミに、インディアナポリス72時間耐久レースなどと揶揄された。もはや入場チケットのチェックは省略され、誰でも入れた。むしろ客席を埋めるため、
このレースのため休みだった近隣の学校の生徒はレースに招待されるなどしたようだ。もう諦めムードね完全に。解説者としてジャッキー・スチュワートが呼ばれていたが、火曜日の開催が延期されいよいよスケジュール的に不可能となり、次のグランプリのためジャッキーは去った。また、レースをやったらやったで懸念もあった。5月24日のカーブデーで走らせていることを除けば、マシンはもう丸9日間寝かせられていた。レーシングマシンは市販車の何倍も繊細であるのに加え、このレースでは時速300キロ超で走らなくてはいけない。些細な部品の固着や劣化が命取りになる場合もある。走行しているとお昼頃になりようやく晴れ間が差した。レースが始まる雰囲気が見えると観客も増え、10万人は超えたようだ。路面が乾ききり、決勝レースは14時10分に32台でスタートした。今回のスタートは特に問題なかった。始まったわね、泣けるわ。レースは順調に進んだ。レースの4分の1、50周が終わったところで9台が単独クラッシュやマシントラブルでリタイア。23台で争っていた。それって順調なの？あと150周もあるのに、完走できるマシンあるのかしら？この頃は例年、完走できるのは半分とか3分の1だった。まあこんなもんだ。トップはスエード・サベージ。26歳の若者でインディ500は2回目の挑戦だ。57周目で最初のピットストップに入った。サベージは燃料を満タンにして、タイヤを交換。このピットストップによってサベージは一時的に2位に後退。コースに戻るとアル・アンサーとボビー・アンサーの間に入る。兄弟？いや赤の他人だ。なお、二人ともインディ500の優勝経験がある凄腕のドライバーだ。まだ両者はピットストップしておらず、実質的なトップはサベージのままだ。この時サベージの後ろにいたボビー・アンサーは、サベージがマシンの限界に近い走りをしているのが見て取れ、危険を感じ少し距離を取ったそうだ。ちょっとは余裕を残して走らないと、とても800キロの距離を完走できないもんね。そしてまさに59周目、最終コーナーだ。先頭のアル・アンサーがコースを変え、ピットインする。サベージはコーナーを通過し直線に入るところだった。これは最終コーナーを曲がるアル・アンサー。続いてサベージが来る。ここでコントロールを失う。内壁に衝突。マシンは大破。燃料は満タンだ。発火してしまった。後続車はもちろん停止だ。なお衝突の衝撃でマシンのノーズ部が分離。縦回転しコーナーイン側で停止。そしてコックピット部はアウト側へ。どうしていきなりそんなことに？この日の事故は他のマシンと絡んだわけじゃないのよね。原因は断定できないが、2周前に変えたばかりのタイヤがまだ干潮ではなかったのかもしれない。または55周目でジョニー・ラザフォードに対し、オイル漏れで強制ピットインの指示が出たんだが、そのオイルに乗ってしまったのかもしれない。他にも映像を見て、衝突前にすでにリアウイングが外れかかっており、空気の流れが乱れバランスを失った結果だと分析する人もいる。マシンはまだサベージを乗せたまま炎上している。すぐに係員が消火器を持って駆け寄り消火活動を行うが、火の勢いは弱まらない。そこで消防署長の指示で消防車が出動した。消防車はピット出口で待機しているため、コースに沿って最終コーナーに向かうとほぼコース全周を回ることになる。それでは手遅れになる可能性があるため、ルール上ピットレーンの逆走が認められており、指示をもとにピットレーンを急いで北上した。時速80キロ以上出ていたようだ。各マシンは事故現場に散らばった破片で進むことができず、レースとしては停止していたが、ピットは騒然としていた。そしてピットロードでも事故が起こる。逆走する消防車に、脇から飛び出してきたピットサイン担当者のアーマンド・テランがぶつかった。テランは15メートル飛ばされ、全身を打撲、骨折した。サーキットではまだなんとか息があったが、搬送先の病院で息を引き取った。23歳だった。なんて不幸な事故なの。一方のサベージだが、意識ははっきりしており病院に搬送された。救急医と会話することもできた。しかし事故から1ヶ月後、サベージはこの世を去った。どうして？急変しちゃったの？これは当時も議論になって結局真相はわからないんだが、病院で B 型肝炎患者の血液を輸血されてしまったために、肝機能不全に陥った可能性があるらしい。医療ミスってこと？一方でサベージの親族は、事故の時に有毒ガスを多く吸ったことによる肺機能不全であり、肝機能に問題はなかった、としている。確かによくわからないわね。なおレースだが、事故から1時間11分後にコース整備が終わり再開された。サベージと最後にトップ争いをしたアル・アンサーは75周目でエンジン不良によりリタイア。サベージの後ろにいたボビー・アンサーも101周目でやはりエンジン不良でリタイアしている。脱落者多いわね。
ハラハラする。そして129周目、32台いたマシンはもう11台になっていた。小雨が降り始め、133周目に入った頃には豪雨となり、レースはそこで終了となった。17時30分頃だ。優勝者はサベージのチームメイト、ゴードン・ジョン・コック。走行した332マイルは、一度だけ意図的に300マイルに設定した1916年レースを除いて最短記録となった。チェッカーフラッグはなく、セレモニーイベントも大幅に簡略化された。事故や遅延、雨で全員が肉体的、精神的に疲弊していた。でも最後は雨に救われた気がするわね。すでに17時30分でしょ？ 200 周やったら外は真っ暗で、リタイヤもさらに増えそうだわ。さらに重大事故が起こってたかもしれないわよ。レース終了後間もなく、チームオーナーや運営が集まって今後の対策が検討された。ジョン・コックのチームオーナーは、有効な安全対策が出なければレースからの撤退も考えていた。まずマシンへの対策が決まった。リアウィングの小型化とブースト圧の低減だ。これにより周回速度は15キロ減り時速約305キロ程度になった。また燃料タンクの容量を280リットルから150リットルへ大幅に減らすことが決まった。今後は燃費走行やキット作業といった速さ以外の面が重要になり、かつ事故時の危険も下がるだろう。またアーマンド・テランの事故を受け、ピットサイン担当者が持ち場を離れること、緊急車両が逆走することを禁止した。コースも変更された。ソルト・ウォルターの事故を受け、防護フェンスの改良、観客席とコースとの十分な距離の確保などが行われた。対策の結果、ゼロとはいかないがこのコースでの犠牲者は以降の約50年間で9名だ。開設から64年間で64名が犠牲になったことを思うと激減したと言えるだろう。早速対策されたのね。よかったわ。最後に現在の話だ。2017年にインディ500で日本人初優勝した佐藤拓磨だが、2020年にこれまた日本人初の最前列スタートの記録を立てた。タイムアタックで勝って最前列の3台に入ったのね。ああ、3番手だった。2020年はコロナの影響で無観客開催だったが、なんと2度目の優勝を勝ち取った。実はインディ500はインディカーシリーズという連戦の中の一戦に組み込まれているんだ。佐藤拓磨は2020年が最高で、インディカーシリーズとして総合7位だった。インディ500の優勝ポイントが効いたな。現在インディカーシリーズにフル参戦している日本人は佐藤拓磨だけだ。100年以上続くインディ500で10人しかいない優勝3回、インディ500のポールポジション、インディカーシリーズの年間チャンピオンなど、日本人未達の大記録はたくさんある。一人、北米でインディカーシリーズに挑戦し続ける佐藤拓磨選手をみんなで応援しましょう。以上、今回は1973年インディ500事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。